どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。もうね、毎日真夏日が続いていても夏本番という感じですが、うちみたくワンちゃんと暮らしている方はとても厳しいシーズンになってきたんじゃないでしょうか。もう外の散歩はもうしばらくは無理ですね。もううちももうね、全然散歩行ってません。犬は暑さにとても弱いですし、特にね、うちのこたつはフレンチブルドッグなので、こういった担当種の子は暑さ対策を怠ると本当にね、危険なのでめちゃくちゃ気を使います。フレンチブルドッグじゃなくても本当に犬はね、人間が思っている以上に暑さに弱いです。人間が耐えられるような暑さでも犬にとっては致命的だったりしますし、暑い日は日陰を通れば大丈夫とかもね、ないですし、直射が当たっている地面はね、本当70度とかになってしまうんで、靴を履かせておけば大丈夫とかも本当ありえません。うちの子は大丈夫とかね、謎の自信を持って言うね、飼い主さんもいらっしゃいますが、あれはね、何なんですかね、特殊な訓練でも受けてるんでしょうか。もう多分ね、大丈夫じゃないです。本当に危険です。人間の感覚に頼るのではなくて、天気予報とか、あとね、僕はスマート温湿度計で現在地の温度、湿度を測ってたりしますが、こういうね、はっきりした数字を頼りにした方がね、安全です。暑さに強い飼い主さんが今日は割と涼しいなとか言っても、もう実際ね、犬にとっては耐えられないくらいの暑さだったりするので、本当危険なんですよね。ちょっと嫌な話ですが、昨年近所のフレブルちゃんは30度くらいあった日に近所の病院に行くために10分ぐらい歩かされたらしく、それが原因で熱中症になってしまって、その日のうちに亡くなってしまったそうです。今年もね、 SNS とか見ていると、そういう悲しい報告を結構見るので、本当にね、守ってあげられるのは飼い主しかいないんだなとね、改めて実感させられます。どこかで見たんですけど、ワンちゃんが熱中症で病院に運ばれた時に助かるケースは 50% とかね、それぐらいだそうです。めちゃくちゃ怖いですよね。あと熱中症は屋外だけじゃなくて室内でもなるので、室温の管理もね、とても大事です。これアニコムだかの調査で見たんですけど、屋外で熱中症になるケースが 48% とかなんですが、室内で飼い主さんが留守中にエアコンを切ってしまって熱中症になるというケースもあって、これが驚くほど 43% ぐらいあるそうです。この時期ね、出かける時にエアコンを切って出かけるとかね、本当ありえないんですけども、出かける時にワンちゃんを残してエアコンを切るとかね、本当に危ないと思います。で、うちの暑さ対策ですが、まず室温は常にね、25度以下をキープしています。もうね、これ5月ぐらいからクーラー使ってますね、うちの場合は。あと、室内の風を循環させるためにサーキュレーターも併用しています。出かける時、こたつはケージでお留守番をしてもらってますが、スマートデバイスで温湿度管理もしつつ、空調によって冷えすぎてしまう時とかもあるので、見守りカメラで定期的に見て、こたつがサーキュレーターから離れたところに行って丸まっていたりしたら、これはちょっとね、寒がってる証拠なので、エアコンを少しね、1、2度上げてあげたり、逆にへそ天で寝ている時とかっていうのはもうこれ暑い時なので、そういった時はさらに1、2度下げたりとか、そういったね、調整を外出先からもするようにして快適な室温にしてあげています。一応ね、スマート温度計だけでは不安なので、見守りカメラから見えるところに普通の無印良品のこういう温湿度計を置いたりして、それもね、一応見ながら2つのエビデンスをもとに今の室温っていうのをね、見るようにしています。で、散歩ですが、僕が散歩の目安にしているのがやっぱり気温と湿度で、朝でも夜中でも気温が25度以上、湿度が 60% 以上だったら散歩は控えるようにしています。今後1週間の天気予報を見てみると、こんな感じで最高気温が37度の日もあれば、最低気温も25度の日もありますけど、これも時間帯によるかなってところだと思うんですよね。なので、やっぱりね、しばらくちょっと散歩は行けなそうです。散歩には行けませんが、やっぱりね、溜まったエネルギーっていうのをどうにか発散してあげなければいけないので、うちでは散歩の代わりにこういったノーズワークというのを取り入れてエネルギーを発散させてあげています。ノーズワークは鼻の収穫と、あと頭を使って隠れたおやつを探し当てる遊びなんですけど、今ね、ずっとやってるんですけど、このノーズワークを10分間続けると散歩1時間分のエネルギー発散に匹敵するらしくて、うちでもこのね、ノーズワークの効果っていうのを確かに感じていて、ノーズワーク10分ぐらいやった後ケージに戻してあげたりすると、散歩した後と同じぐらい気持ちよさそうに寝てくれています。本当に爆睡しています。よく寝てくれるし、あとストレスやエネルギーが発散できずにイライラしたり暴れたりというね、そういったこともないので、本当にこのノーズワークを取り入れてよかったなと思ってます。そんなわけでも今ちょっとやってもらってますが、うちで使っているこのノーズワークグッズをいくつか紹介していこうと思います。実際にね、こたつが遊んでもらいながら紹介するので、お家のワンちゃんに合いそうなものを試してみていただけたらと思います。紹介したグッズは全て概要欄にリンクも貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。では早速紹介していきましょう。
まずこの普通のタオル、フェイスタオルとかでいいんですけど、タオルを使ったノーズワークから紹介していきましょう。これも簡単で、こうタオルを広げて、この中におやつ、うちはね今ドライフード入れましたけど、おやつをこういうふうに丸めて、でこのままでもいいですし、これをこういうふうにくるんであげるとちょっとレベルが上がります。待て待て待て、よし、いいよ、よしよしちょっと振り回したりしますけど、こんな感じでこれをねほどいて中の餌を取り出そうとします。ちょっとこたつちょっと横着なところがあるんで、こういう感じになる時があります。なのでこういうのが向く子向かない子もちろんいると思うんですけど、こたつの場合はこういう感じで力ずくでほどいちゃったりするんで、もうあっという間に終わっちゃうんで、これだと10分かかんないんで、ちょっとねこたつには不向きかもしれません。一つでもこういうやり方あります。これノーズワークやる時の注意なんですけど、ノーズワーク中はねタオルを噛みちぎって食べちゃったりする可能性もなくはないので、完全に目を離すってことはなく、なるべくねこう見守っていてあげる方がいいと思います。続いて先ほどのこちらのノーズワークマットを使ってみましょう。スニッフィングマットとかも言いますが、こんな感じのフェルトが編み込まれたようなねものになっています。でこれはこのフェルトの隙間にこういう風に餌を忍び込ませて、これを探させるというものです。散歩行くとワンちゃんって草むらとかに入っていってクンクンするじゃないですか。でこれは疑似的に草むらの訓活ができるようになってるマットってことですね。これも普通に Amazon とかで買えるやつで、自作できたりもするらしいんですけど、自作するとやっぱフェルトがねこう外れやすかったりすると思うので、綺麗にできてるものがあるのでね、これを使うといいんじゃないかなと思います。で結構いろんなタイプの隙間があるので、それぞれね攻略するのにこたつも頭を使うので、これを使ってる時がね一番こたつは長時間ノーズワークやってくれますね。でこたつねこの人参がお気に入りで、最初の方でも加えて逃げたりしてましたけど、これ加えてねどっか持ってっちゃうんですよね。で一応ねこれも人参の隙間にこういう風に餌を入れられるところがあったりして、これはこれでちゃんとノーズワークとして使えるんですけど、こたつはねこれ加えて全然違うところに持っていって隠れながらねずっとこれをハムハムしたりしてるので、それだとノーズワークにならないので、普段はねもう人参全部没収して人参なしの状態でノーズワークやってもらってます。これもねフェルトとかしっかり縫い付けてはあるんですけども、ほつれちゃったり破けちゃったりしてしまうこともなくはないので、完全に目を離すようなことはしない方が安全だとは思います。一生懸命やってますよね。今すごい頭と収穫使ってノーズワークやってます。これだと20粒ぐらいとか隠したら10分ぐらいはかかるので、かなり脳と鼻を使うことになると思います。あとこれはね汚れたら洗濯機で丸洗いもできるので、そのあたりもね使いやすいですよね。はい、このノーズワークマット個人的にはこれが一番おすすめです。あとこれこうやって丸めてこの紐で縛って、ヨガマットみたいに縛ってこうやって収納することもできるので、この片付けやすいってところがあるんですね。続いてチーク玩具を使ったノーズワークも紹介していきましょう。うちでメインで使ってるのはこのねニーナ・オットソンシリーズのチーク玩具です。これねレベル分けされていて、こたつがねパピー機の頃から順番に使っていっています。パズルっぽくなっていて、もう今どんどん勝手に開けてますけど、例えばこれだったらこれを外してこの中に餌を入れていって、しかもここがこういう風に開くようになってるので、ここに餌を入れていって、あとこれもねこうスライドするので、このパーツを外さないとこれがスライドしないという仕組みになってるので、これもね一工夫二工夫していかないと全ての餌が取り出せないというね、そういったチーク玩具になっています。これもねなので結構頭を使うと思いますね。最初の頃はおやつが取り出せなくて、もう力技でこれをね土台ごと振り回して加えて振り回したりしていましたが、だいぶね最近はスマートに外せるようになってきました。ちょっとまずもうこれどんどん開けちゃってますけど、一回これからやってみましょうか。これはもうこの穴の中にたこ焼き器みたいですけど、この中にフードをこういう風に入れてあげて、でこれがキャップみたいになってるので、これで蓋をしてあげます。でこれをあげます。よし。こんな感じでキャップを外して加えて外して中の餌を取り出すと、こういった使い方ですね。こたつねこれレベル1とかなんですよね。一番レベル低いんで、もうこんな感じであっという間に全部の餌取り出せちゃいます。めっちゃ早い、もう慣れたものです。
なのでね、チーク玩具とか慣れてない子とか最初こういったところから始めてもいいかもしれないですね。続いてちょっとこれやってみましょうかね。これは骨が鍵になっていて、これが今こう下にくぼみがあるんですけど、このくぼみに対してこういう風に合うと開くんですね。これがこういう風にくぼみと合ってない状態だと開かないんですね。なのでくぼみと合わせた状態にしないと餌が取り出せない、そういったおもちゃです。これとかね、結構骨が1センチもないので、しっかりねここ加えないと回せないんですよね。こたつはねまだちょっとこれはね不慣れなところもあるので、ちょっと乱暴になるかもしれないですけども、やってみましょう。はいどうぞ。だいたいこう力技で開けたりします。まあこれはこれでね体を動かすんで運動になるしいいかなと思ってます。でもこれが徐々に力技では開かないっていうのが分かってくるようになるので、そうするとちゃんとね回転させて取り出すようになってきます。これね確かレベルが一番高いやつなんですよね。なのでレベルが高いやつだとこういう感じでうまくいかなくてちょっとイライラしたりとかもするかもしれないんですけど、これはこれでね頭を使ってるってことになるので、いいノーズワークになってるとは思います。違う遊びいっちゃいましたけどね。でニーノットソン以外にもうちいろいろチーク玩具みたいなのがあって、例えばこれとかもですけど、これはこのカプセルの中にこれを入れて、でここのペダルを踏むと餌が飛び出るというやつですね。はい、ちょっと使い方違います。はい、こういうのとか、あとこれとかはこの中に餌を入れて回転させると餌が飛び出るというやつですね。であとはこれもニーノットソンのに似てるけどまた違ったブランドのやつとか、こんな感じでチーク玩具うちいろいろあって、ニーノットソン以外にもねいろいろ持ってるんですけど、こういくつか持っておくとやっぱりねこたつも飽きないですし、毎日違った頭の使い方をすることになるので、いい感じにね疲れさせてあげることができると思います。あとねこういったタイプのおもちゃ1個はやっぱりこれも注意点があって、ここね黒い滑り止めがついてるんですよね。この滑り止め裏返してこれをね引っかいたりするとね外れちゃったりする時あるんですよ結構。でこれとかね飲み込めちゃうぐらいのサイズなので、飲み込んだとこれもね危険なので、こういったチーク玩具も使う時はちゃんと見守ってあげて、こう裏返さないようにしてるかとか、あとは使う前にこの足自体ね、滑り止めあってもなくてもね大して変わんないと思うので、これ自体も外してあげちゃうかとか、そういう風な使い方をした方が安全だと思います。どれもそうですけど、ノーズワークさせてるからといって見守ることなく完全放置はねちょっと危ないので、そのあたりはね気をつけてあげてください。はい、今日もねノーズワークたくさん楽しんでくれていますので、多分ねこの後爆睡すると思います。はい、今日の動画は以上です。この時期はね散歩大好きなワンちゃんにとっては辛い厳しい時期かもしれませんが、無理に散歩に連れて行ってかわいそうな目に遭わせないためにも飼い主さんがケアしてあげることが大事だと思いますので、このねノーズワークぜひ参考にしていただけたらと思います。もしこの動画が良かったと思った、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。あとね皆さんが散歩の代わりにやってることなどねありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルではこうしたワンちゃんのためのグッズなどもねいろいろと紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。これ以外のねペットグッズ関連の過去動画なんかもね全部概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしていただけたらと思います。あとこたつは昨年生後4ヶ月で大手術を受けているんですが、その時のことも動画で詳しく話してますので、皆様のね愛犬を守っていただくためにも、そちらの動画もねぜひ一度見ていただけたらと思います。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。